先輩、聞いてくださいよ。今日バイト先で変な偶然があったんすよ。シフト表見てたら、パートのおばさんと新人のバイトの子、誕生日が同じ日だったんす。すごい偶然っすねって言ったら、店長がそのくらい普通に起きるらしいぞって言うんすよ。いや、365日もあるのに、そんなの普通に起きるわけない、と思って調べたんすよ。そしたら、本当に普通に起きるらしくて。しかも、その普通のラインが、想像よりだいぶ低かったんす。先輩、クイズです。何人集まったら、その中に誕生日が同じ2人がいる確率が5割を超えると思いますか？180人くらい。そう思うっすよね。365日の半分、みたいな。正解は23人なんすよ。はい、私もこの数字見たとき、二度見なしたっす。クラス1個分より少ないっす。これ、自分と同じ誕生日の人がいるかって考えると、確かに少なく感じるんすよ。一人に対して同じ誕生日の相手を探すなら、365分の1の勝負が22回。確かに低いっすよね。でも、実際に見てるのは自分と誰かじゃなくて、その場にいる誰かと誰かの組み合わせ全部なんすよ。23人いたら、2人組の組み合わせって253通りもあるんすって。1人ずつじゃなくて、253本の勝負を同時にやってるようなもんなんす。そう考えると、どれか1本くらい当たりそうな気がしてくるっすよね。ちなみに、人数を増やすと、もっととんでもないことになるんすよ。40人くらいで、確率はもう8割く分。70人まで増えると、9割くぶくり。もうほぼ確実っすよね。私のバイト先、シフトに入ってるの、パートさんとバイト合わせて15人くらいなんすけど、まだ足りてないから、被らなくても不思議じゃなかったってことか。逆に、被ったのが、ちょっとラッキーだったのかもしれないっすね。これ、誕生日のパラドックスって呼ばれてるらしいんすけど、パラドックスって言っても、計算が間違ってるわけじゃないんすって。計算は合ってるのに、直感とずれてるから、パラドックスって呼ばれてるだけなんすよ。人間の直感は、組み合わせの数を過小評価しやすいってことらしくて。私も今回、完全にその直感に負けた口っす。店長にこの話したら、じゃあ次の新人も誰かと被るかもなって笑いよったんすよ。店長の話が本当なら、この部屋におる人だけでも誰かと被っとる確率、地味に高いんすよね。先輩、まさか今日誕生日じゃないっすよね。よかった。もし本当やったら、
ちゃんと教えてくださいね。おやすみなさいっす、先輩。また明日ね。